こんにちは。皆さん、今日は日本語の表現力を豊かにする、とても興味深いトピックについてお話しします。それは目に関する慣用句です。日本語には目を使った慣用句がたくさんあります。これらの表現を上手に使えば、あなたの日本語はより生き生きとしたものになるでしょう。この動画が良かったら、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。では、15の慣用句を詳しく見ていきましょう。目が高い。これは物事を見る目が確かであるという意味です。特に、芸術や品物の価値を正確に判断できる能力がある人について使われます。彼女は美術品を見る目が高いので、偽物を本物と間違えることはありません。山田さんは目が高いから、彼のアドバイスを聞いて商品を選ぶといいよ。この表現は褒め言葉として使われることが多いので、覚えておくと役に立ちますよ。目から鱗が落ちる。これは今まで気づかなかったことに、突然気づくという意味です。鱗は魚の鱗のことで、目を覆っていた鱗が落ちて、はっきりと物事が見えるようになる様子を表しています。その話を聞いて、環境問題の深刻さについて目から鱗が落ちる思いでした。新しい勉強方法を試してみたら、まさに目から鱗、成績がぐんと上がりました。何か新しい発見をしたときや、物事の本質を理解したときに使える便利な表現です。目の上の単行部。これは邪魔な存在を指す表現です。目の上にできた単行部は、とても邪魔で不快なものですよね。それと同じように、とても邪魔な存在を表現するのに使います。新入社員にとって、厳しすぎる上司は、目の上の単行部のような存在かもしれません。彼女にとって、恋人の親友は目の上の単行部だったようです。ただし、この表現はややマイナスの意味を持つので、使う場面には注意が必要です。目が点になる。これは非常に驚くという意味です。驚きのあまり目が丸く大きく開いた状態を表現しています。宝くじに当たったと聞いて、家族全員の目が点になりました。突然の人事異動の発表に、社員たちは目が点になっていました。予想外の出来事や驚くべきニュースを聞いた時の反応を表現するのに最適です。目を光らせる。これは注意深く見張るという意味です。何か問題が起きないように、または何か特定のものを見つけるために、注意深く観察している状態を表します。警察は犯人の逮捕のために街中に目を光らせています。親は子供の安全のために常に目を光らせています。この表現は責任ある立場の人が何かに注意を払っている様子を描写するのによく使われます。目に入れても痛くない。これは非常に可愛がっていることを表す表現です。実際に目に何かを入れたら痛いはずですが、それでも痛くないほど大切に思っているという意味です。祖母は孫を目に入れても痛くないほど可愛がっています。彼は愛車を目に入れても痛くないほど大切にしています。主に子供やペットなど、非常に愛おしく思う対象について使われますが、時には物に対しても使うことがあります。目の色を変える。これは驚いて急に何かに熱中するという意味です。通常、人間の目の色は変わりませんが、この表現では態度や感情の急激な変化を目の色の変化に例えています。彼は利益の話を聞くと、すぐに目の色を変えます。選手たちは試合開始のホイッスルと同時に目の色を変えた。この表現は、感情が高ぶる場合に使われます。反対に、急に落ち込んだりした時には、使われません。目をつぶる。これには、
二つの意味があります。一つはあえて見ないふりをすること、もう一つは許すという意味です。上司は部下の小さなミスに目をつぶることにしました。環境破壊の現状に目をつぶっていては、未来はありません。この表現は、問題を無視することや、寛容な態度をとることを表現するのに使われます。目が覚める。これも二つの意味があります。一つは文字通り眠りから覚めること。もう一つは比喩的に真実に気づくという意味です。その体験で目が覚めました。彼の言葉で現実の厳しさに目が覚めた気がします。特に比喩的な意味で使う場合、重要な気づきや認識の変化を表現するのに効果的です。目が回る。これは混乱するやめまいがするという意味です。実際に目が回っているわけではありませんが、頭が混乱して周りが回っているように感じる状態を表現しています。難しい数学の問題を解こうとして目が回りそうです。急な仕事の依頼が重なって目が回るほど忙しかった。この表現は体の不調だけでなく精神的な混乱や過度の忙しさを表現するのにも使えます。目を見張る。これは非常に驚くや感心するという意味です。素晴らしいものや驚くべきことを目の当たりにして、思わず目を大きく見開いてしまう様子を表しています。彼の演技の上達ぶりには目を見張るものがあります。科学技術の進歩には目を見張るものがありますね。この表現は、何か印象的なものや驚くべき発展を目にしたときに使うと効果的です。目がない。これは夢中になるや特に好むという意味です。あることに対して特別な愛着や興味を持っている状態を表します。彼女は甘いものに目がありません。祖父は園芸に目がなくて、毎日庭の手入れをしています。この表現は、人の趣味や好みを描写するときによく使われます。目を皿のようにする。これは目を大きく見開いて注意深く見るという意味です。皿のように目を丸く大きく開いて何かをじっと見つめている様子を表しています。子供たちは魔法使いの手品を目を皿のようにして見ていました。警備員は不審者を見逃さないよう、目を皿のようにして監視していた。この表現は何かを非常に注意深く観察している様子を生き生きと描写するのに適しています。目の保養。これは見て楽しむことや美しいものを見て心が癒されることを意味します。文字通り、目が休まるような美しいものや心地よいものを見ることを指します。海外旅行は素晴らしい景色が見られて、本当に目の保養になりました。美術館に行くのは私にとって最高の目の保養です。この表現は、視覚的な美しさや心地よさを表現するのに使われます。目を通す。これはざっと読むや確認のために読むという意味です。文書や資料を詳しく読むのではなく、概要を把握するために軽く読むことを指します。会議の前に資料に目を通しておいてください。朝食時に新聞に目を通すのが私の日課です。この表現は、特にビジネスの場面でよく使われます。書類や報告書を確認する際によく耳にする表現です。さて、いかがでしたか？これらの慣用句の多くは実際の動きや状態を比喩的に使って人間の感情や行動を表現しています。例えば、目が点になるは驚きで目が丸くなる様子を、目を光らせるは注意深く見ている状態を表しています。このように体の一部である目を使った表現が多いのは、目が人間にとって非常に重要な感覚器官だからです。目は口ほどにものを言うということわざもあるように、目は感情や思考を表す重要な手段なのです。また、
これらの慣用句の多くは、日本語の豊かな表現力を示しています。例えば、目から鱗が落ちるという表現は、単に理解するというよりも、突然の気づきや、啓示を受けたような感覚を生き生きと描写しています。これらの慣用句を適切に使用することで、あなたの日本語はより表現豊かで、ニュアンスの細かい伝達が可能になります。最後に、これらの慣用句を実際の会話や文章で使う際のヒントをいくつか紹介しましょう。場面を理解する。それぞれの慣用句がどのような状況で使われるのかをよく理解しましょう。使用頻度に注意する。慣用句は効果的ですが、使いすぎると不自然に聞こえることがあります。適度な使用を心がけましょう。改まり度を考慮する。目が点になるのような表現は、砕けた場面で使いやすいですが、改まった文書では避けた方が良いでしょう。文化的背景を理解する。例えば、目から鱗が落ちるという表現は、新約聖書に由来しています。このような文化的背景を知ることで、表現をより深く理解できます。これらの慣用句を習得することで、あなたの日本語能力は確実に向上するでしょう。日々の会話や文章の中で、積極的に使ってみてください。使いこなせるようになれば、より自然で豊かな日本語表現が可能になります。今回の動画は以上となります。この動画を見て目から鱗が落ちた人は、ぜひいいねやコメントをお願いします。次回の動画では、別の体の部位に関する慣用句を紹介する予定です。チャンネル登録してお待ちくださいね。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。